聞こえるかな。いやー、こんにちは、こんばんは。皆さんお元気でしょうか。聞こえるかな。はい。聞こえてるといいな。皆さんありがとうございます。聞こえてる。よかった。いやー、正直へこむよね。いやー、正直へこんでます。YouTube チャンネルが消されてしまいました。いやー、なんかあんまりここまでこう、へこむってことないけど、さすがにきついわ。いやもう僕がこの4年間頑張って、もう朝から晩まで YouTube のことを考えてきて育ててきたチャンネルがもう一瞬ですよ。一瞬。皆さん、先生元気出してありがとうございます。いや、元気出していこうと思う。元気出していこうと思うが、ちょっとだけ、なんかもしかしたら愚痴とかも入っちゃうかもしれませんが、ちょっと聞いてください。皆さんありがとうございます。いやー、参ったよ、ほんと。なんか正直、この2日間か3日間かもうね、本当にもう時間の感覚が消えるぐらいずっと放心状態でまあ一応ね、仕事をしてる身なので、まあなんとか仕事こなしてるんですよ。今日はこれやんなきゃいけないみたいなタスクがこうカレンダーに書いてあるから、それこなしてるんですけど、もうこの数日人から話しかけられても、ほんとね、全然ね、中に入ってこなくて右から左にこう抜けていくってこういう感じなんだなっていうちゃんと話聞いてるのかって多分思われたと思うんだけど、本当にそのぐらい、話入ってこないし、椅子から立ち上がるにしてもね、これ大げさじゃなくて本当にやっとなぐらい、力が入んないし、ま、今ちょっと笑ってますけど、もう顔面にも力入んないからずっと無表情だし、そうだから、僕もそうだけど、結構家族が心配なんじゃないのかなっていうふうに、僕がね、なんかその内心、家族のこと心配になっちゃったりとかして、でね、まあ嫌だって本当4年間のほぼ全てをつぎ込んできたものがパッて消えたらもう、そりゃね、まあ我ながらそうなるわっていうふうに思うんですけど、まあでもね、いつまでも凹んでもいられないので、まずは最初に皆さんに何があったのか、まあ、なんでバンされてしまったのかと、まあこれ予想なんですけどね。それとその時どう思ったのかとか、あとは今後どうするのかっていうことについても、話していこうと思います。で、最初、何があったのかから話すんですけど、まずね、最初からこう事件列順にね、描写していきますけど、結構ね、これ、自分で言っててあれなんですけど、なんか思い出しながら話してると、本当にね、辛い記憶だからなんか皆さんまで辛くなっちゃったら本当ごめんね。なんかビールでも飲みながら聞いてほしいんですけど、まだそんな時間じゃないか。もう本当に晴天の霹靂っていう感じで、一瞬の出来事で何が起こったのか、本当に認識できるまで結構時間がかかりました。チャンネル2も絶対応援します。ありがとうございます。いやもう、頑張ろう。泣いちゃう。もうなんかでも、あれだね。なんか自分の感情を代弁して、なんかみんなが泣いてくれたり怒ってくれたりしてるのを見ると、なんかね、僕が結構救われるところがあるんですよね。なんで、なんかすごい、それに救われてるなって思います。ありがとうございます。で、YouTube が消えたのが3月21日のことでした。なので、3日前か。まあ、日付にすれば3日前。感覚的には2日前って感じですね。
で、僕最近、21時とか22時ぐらいに寝ちゃうぐらいの、なんか早寝早起きで、もうおじいちゃんかなっていう生活をしてるんですけど、なので、21日に同じくね、21時ぐらいに、こう、布団に入ってすやーってこう安らかな眠りについてたわけですよ。で、まあちょっと見ての通り新居にもなって、布団も新しくなったので、めっちゃ快適な眠りの中にいたんですよ。もう本当にぐっすり寝てて。で、夜の3時ぐらいだったと思うんですけど、まあふと目が覚めたんですよね。で、僕、この4年間は、ふと目が覚めて一発目にする行動って、YouTube スタジオを見ることなんですよ。これ冗談抜きでも、毎朝、こう、ふって目開けたら、スマホパッて取って、YouTube スタジオ見て、で、皆さんのコメントとかチェックするんですけど、でね、視聴数とかも見れることができるんですけど、まあ、どんなこう、コメント投稿されてるのかなって思って、で、見てみたわけですよ、いつも通りに。そしたら、なんかいつもパスワードを入力しなくてもその日は入れなかったんですよ。で、まあそういうことって結構あるから、まあ改めてパスワード入れれば、また入れるよねみたいな感じで、まあパスワード入れて、で、二重認証も、セキュリティ大事なんで二重認証もバッチリ登録してて、で、はい、二重認証終わって、で、はい、改めて入ろうとしたら、もうね、ここからちょっと呆然としすぎてあまり詳しくは覚えてないんですけど、とにかくですね、このアカウントは重大な違反によって停止されましたみたいなメッセージが画面にボンって出てきたんですよ。まあ結構ちっちゃな文字なんですけど。出てきて、と思って。まだちょっと寝ぼけまなこですよね。見て。で、よくよく見てみたら、なんか、児童虐待やそれに準ずるようなコンテンツが検出されて、アカウントが停止になりました。みたいな感じの、なんかメッセージがあったんですよ。いや、俺そんなことしてねえよと思って、なんかの間違いじゃないって。だから、本当に身に覚えがなさすぎるから、あ、これ間違いだなっていう風に思ったんですよ。感覚的に。だってそんなことしてないから。で、まあ、これが勘違いとか不服がある場合には、審査請求を送ってくださいみたいなボタンが出てきたんですね。なので、とりあえずそんな動画上げたことないから、まあ迷わず審査請求を送りました。で、まあ、それはそれとして、まあ、審査請求を送ったと。で、携帯いじってるから、なんか、いろいろ通知が来てたんで、なんか、イクシーさんからイラストレーターのイクシーさんから、なんかLINE の通知が来てたんですよ。で、斉藤先生、チャンネル見れなくなってるけど大丈夫ですかみたいな感じの、通知が来てて。で、なんか、イクシーさん、僕が全然気づかなかったので、それも気づいてなかったんですけど、ディスコードでもメッセージを送ってくれてて、で、なんか、こっちでも、なんか2つのソフトで送ってくるなんてよっぽどだなって思って、で、と思って YouTube 見てみたら、もう全部動画が消えてるっていうか、なんならもう動画どころじゃなくて、斉藤直樹っていうチャンネルごとなかったので綺麗さっぱり消えてるじゃないですかでも、おいと思ってね、でもなんか、イクシーさん、あれですよね。なんか、いの一番にそんなね、なんか、送ってくれて、すごい優しいなって思いつつ。まだね、ちょっとなんかどっか勘違いなんじゃないのかなっていうふうに思ってるところですよね。でもなんか、まあ、さすがに綺麗さっぱり全部消えてるんで、何みたいな感じで、もう結構動揺してるんですよね。で、なんかもう人間っていうのは本当面白いですよね。なんか感情と体が面白いようにこう同期して繋がってるんだなって我ながら思うんですけど、その瞬間でも本当に漫画みたいに冷や汗が全身からさーって吹き出してきて、でね、なんかシャツとかずぶ濡れっていうのは大げさかもしんないけど、もう本当に濡れてる感覚があるんですよね。うん。なんかそのぐらいもう全身で動揺して
で、なんかこの時点でまだ僕布団の中だったんですけど、すごい勢いでこうバッて飛び起きて、で、なんかもう布団バーって剥がして作業部屋まで直行してですね。で、まあ急いでパソコンを開いて、なんかの間違いであってくれ、なんかの間違いであってくれっていう感じでこうパソコン起動して、早くつけつってまた、ね、ブラウザ開いて、で、YouTube チャンネル開いてみたら、やっぱりやっぱりないんですよね。こっちではあるとか、まあ、ありえないんだけど、なんか、こっちではあるんじゃないかな、みたいな淡い期待をもとに開いてみたら、まあ、やっぱりなくて。で、もうね、人間慌てると本当に、当然のことを何度も確認しちゃいますよね。やっぱりないなやっぱりないなってもうずっとこう更新して。で、そうだ、ツイッターはどんな感じなんだろうと思って、ツイッター見てみたら、僕だけじゃなくて、皆さんが、フォロワーの皆さんが YouTube 見れなくなってるっていう風につぶやいているので、もうその時ね、やっと気づいたんですよね。なんか、これはマジなんだと思って。で、まあこう、タイムラインを追ってったら、まあ大体夜の12時ぐらいかな。そのぐらいに、あれ見えないみたいな、なんか、消えてるみたいな感じのツイートが増えてきてたんですよ。なので多分、YouTube のアカウントが消されたのが、21日の、多分11時後半ぐらいなのかなっていうふうに思います。多分ね、そのぐらいの時間だったんだと思います。で、まあそれに気づいたのが朝方の4時ぐらいだったので、そのぐらいの時間にツイートするのもどうなのかなっていうふうに思ったんですけど、でもとりあえずね、なんか、コメントしておかなきゃなって思って、で、YouTube チャンネルが停止してしまいました。多分間違いの番だと思います。まあ、5番って書いたんですけど、5番だと思います。で、まあ、今、審査請求してます。ご不便おかけしてすいません。みたいな感じのコメントをツイートしました。夜中の4時にね。で、この時点では本当にね、5番だと思ってて、で、そのようにコメントしたんですが、これね、ちょっとまだわかんないです。まだわかんないんですけど、おそらく5番じゃないんじゃないかと僕は現時点では予想してます。で、まあ本当に、だからどうなのかっていうのは全然教えられてないんで、予測に基づいた見識なのと、ちょっとこれについては込み入った話なので、後で詳しく説明するんですが、まあそれは一旦置いといて話をちょっと前に進めます。で、まあバンされましたっていうツイートをした後、YouTube の中の人にも一応こうつながりがあって、まあ、パートナーマネージャーさんって言うんですけど、その人とつながりがあって、アカウントを復旧できないですかっていう風な感じのメールを送りました。で、まああとはもう僕の方では審査請求も送ったし、YouTube の中の人にも、メールを送ったので、まあやることないので、まあ一旦平時を待とうと思って、仕事をこうし始めます。今までの動画のバックアップは残ってるんでしょうか？これはね、残ってるんですよ。残ってるんで、なんとかなるんじゃないのかなっていうふうには、まあ思ってます。はい、応援してます。ありがとうございます。そういう流れだと思ってた。お察しできないほどのショックだったと思います。応援しています。いや、本当にありがとうございます。でね、まあ、こう仕事し始めたんですけど、仕事のやり取りではやっぱりこう Google ドライブっていうのを使ってるんですよ、僕。で、ファイルのやり取りをそこでやってるんですけど、ファイルを送ろうと思って Google ドライブ開いたら、なんかね、これも停止されちゃってたんですよ。で、いやー、この時点でパッと気づくべきだったんですが、まあ多分ね、僕も動揺してるんでなんか、それについてはなんかあんまりこう、なんかこれもやっぱり停止されるんだなぐらいにしか思ってなかったんですよね。でもね、多分ね、これ YouTube が消された理由と関連してる事象なんですよね。まあこれも後で、だから詳しく説明します。お話しします。で、
もまあでもそこはまあ置いといて、仕事しなきゃいけないから本当に体に力入んないんだから、まあなんとかその日一日やるべきだった仕事を終わらせて、で、やっと終わったっていう感じでこうメール見たら、追い打ちのメールが来てたんですよ。もうひどいよね。なんかこんなさ、満身創痍の僕に追い打ちのメールが来てて、それがですね、あの、審査請求の、返事だったんですよ。でそれ見たら、ご利用のアカウントに関するリクエストに、リクエストを確認したところ、Google の利用規約に対する違反があったことが判明してました。このため、お客様のアカウントは復元しかねます。違う。復元できかねます。できかねます。できかねます。できかねますって。いや、もう、二度目の滝の汗ですよ、ここで。うわー、やっぱダメかーって思って、なんかここでもう本当にね、再びの絶望が襲ってきて。で、なんかもう本当絶望に打ちひしがれながら泣きそうな気分だったんですが、まあでもね、そうは言っても僕一人の問題じゃなくて、まあ家族もいるし、僕に期待してくれてる視聴者さんもいるし、仕事のクライアントさんもいるし、まあその人たちまでせめて悲しませるわけにはいかないなって思って、で、アカウントが万が一戻らなかった時のために、もう一回その YouTube を始められるように、新しいそのアカウントを作り直したっていうのが、まあこのアカウントを作った、あれですね。までの流れですね。うん。で、もうね、そのアカウント作ってる時もね、結構いろいろなこと考えて、いやー、もう YouTube 始めた2019年の10月だったんですけど、あの時はね、もう本当に、アカウント作りながらめちゃめちゃドキドキワクワクしてね、めちゃめちゃ明るい気持ちで、期待に胸を膨らませながらこう作業してたんですが、もうそれとは打って変わって、お通夜みたいな感じですよね。新アカウントを用意している時の気分たるやもう本当なくて。まあ当然ですけど、こう作った瞬間、改めて突きつけられるわけですよ。こう、デカデカと、まあ、デカとかはわかんないけど、チャンネル登録者ゼロって書いてあるんですよね。もう、あんなに頑張って、朝から晩まで YouTube のことばっかり考えて生きてきたのに、で、やっと130万人、ね、達成したとこだったのに、いやもうそれがゼロかゼロ。すげえインパクトだなって思いました。うん。まあ、で、そこでそのね、ゼロっていう数字を見て、ことの重大さっていうか、自分にとって、まあ、人にとってはわかんないけど、自分にとってこの出来事っていうことの、なんか重さに改めて気づかされた。そこで初めて気づいたのかなっていう。うん。なんかそのゼロっていうのがね、本当にインパクトがすごくて。ね、気づきました。まあ、その後は結構いろいろな方からね、でも、声をかけていただきまして、まあ、ツイッターとかでも、直樹がいないと寂しいよとか絶対大丈夫だよ早く戻ってきてみたいな皆さんのね、たくさんの声をいただけましたし、あとはもう、いの一番に連絡してきてくれたイクシーさんとか、あとは、八代あずき先生とかね、あと、ぬこうさまちゃんとか、つくしあきひと先生とか、他にもね、いろいろな方に応援してもらったりとか、あとは、まあちょっとこれは DM なので名前は出せないんですけど、たくさんの方に力になるよ。なんか、シリコンバレーに知り合いがいるからその人に当たってみるよ、みたいな。すげえグローバルな人だな、みたいな人とかいて。うん。なんかすごい、なんかそれで、なんか気持ち的には本当に助けられて。なんか、それに関してはもう逆にこんなことがないとなかったことだと思うので、
普段僕は一人で引きこもって絵とかコンテンツをしこしことなんか作り続けている人間なんですが、でもなんか改めてなんか人の愛情に触れたみたいな、なんかそんな感じがしました。これに関してはね、嬉しかったです。あとはこれについてはちょっと別に言ってもしょうがないんですけど、気持ちの面でもそうですけど、お金の面でも結構被害が出てて、多分案件の依頼とかまで含めると、軽く数百万とかそれ以上の被害額になると思うんで、ちょっとね、そこに関しては、あんまり考えたくないです。考えたくないですね。考えないようにしてます。でもなんか、そういう関連の方に結構メールしたんですけど、今ご依頼いただいてくれている依頼者さんは結構ね、本当に優しい会社さんばっかりで、復活まで待ってるので大丈夫ですよって言ってくれたりとか、なんか、サポートしますよみたいな感じで、言ってくれるので、なんかすごい、それについては本当に感謝ですね。まだ、発表前なので、会社名を出すことはできないんですが、改めてね、本当にありがとうございますっていう気持ちです。で、こっからはですね、じゃあ、今回の赤番がなんで起きて、何が一体原因でそのアカウントが消されてしまったのかっていうのを、ちょっと僕の予想交じりにお伝えしたいと思うんですけど、一応ここについてはちょっと注意がありまして、あくまでこれから話すことは僕の予想です。というのも、さっき言ったように、僕が寝てる間に YouTube が消えてしまったので、アカウント自体にログインできてなくて、で、一体何が消されてしまって、何がダメだったのかっていうのを直接ね、確認できないんですよね。なので、しかもなんかそのメールではこれがダメだったのでみたいな感じで、なんか伝えてもくれてないので、で、YouTube の中の人には今現在確認中なので、それが帰ってきてからなのかなっていうふうに思うんですけど、で、最初に僕が疑ったのは、YouTube の動画をまさに疑ったんですよね。で、僕は結構女の子のイラストっていうのを動画の中で描いているので、日本人が描くイラストってそもそも世界的に見たらちょっと幼く見えがちだと思うんですよ。で、僕の描くイラストもおそらく海外基準で見たら幼い女の子を描いてるっていう風に思われると思うんですよね。そういう風に思ってる人もいると思うんですよ。なので僕もそのことについては十分認識してたし考慮してて、で、動画にする際にはかなり肌色成分とかを気を使って動画にしてるんですよね。あとは書く順番とかも気をつけて、もうなんか最初に肌色バーって塗ったらそういう風に思われるかもしれないから、普段はそういう風に書くけど動画の中だけはそういう風に書かないようにしようみたいな、結構なんか順番を入れ替えて気をつけて書いてたりもするんですよね。でも、なんかもしかしたら僕が認識していないところで、絵を描く過程でどうしても素体を描いたりすることがあるので、その素体の状態が検出されて、で、あるいはある動画は年齢が高めっていう風に判断されて、素体の状態でも大丈夫だったけど、ある動画では年齢が低く見えるので、これはダメっていう風に判断されたのかなみたいな感じとかね。なんかそういうのも疑ったんですよね。ただね、ちょっとこれに関しては考えづらいと思ってます。っていうのも、これまで4年間かなりその部分について気を使って、もう本当にね、YouTube さんの顔色を伺いながらね、いや、これは大丈夫ですか？これはいいですよねみたいな感じで、結構ね、石橋を叩きながらやってきた部分で、で、なんかそれに関しても特に言われたことっていうのは全然なかったんですよね。なので、さすがになんかちょっと指摘を受けるっていうことはもしかしたらあるかもしれないけど、でも一発アウトになるような、もう不適切極まりないコンテンツっていうのは、さすがに投稿していないっていう風な自負はあるんですよね。なので、そのぐらい気をつけてますからね。めちゃめちゃ気を使ってやってたんで、
もうそこに関しては、まあ大丈夫だろうっていうことではいたんですよ。なので、ちょっとその可能性は考えられないと思います、僕的には。でね、そこでいろいろこう思いを巡らせた結果、一日経ってこう、はっと気づいたことがありました。でね、これね、ツイッターのフォロワーさんから送ってもらった動画で分かったんですけど、その動画では、Google フォトに自分の子供のお風呂シーンの写真をアップしてしまって、で、それが不適切な動画だっていう風に認識されてアカウントごとバンにされてしまったっていう、なんかそういう動画だったんですよ。で、いや、僕は最初、いや、そんなことしてないよって思って。で、実際してないんですよ。実際してなくて、Google フォトとかも、連携してなかったんですよね。なので、自動アップロードとかもされる設定じゃないから、そう、だから、まあそんなことはないだろうなっていうふうに思って、で、ちょっと飛ばしてたんですよね。その考えは。ないなって。でもね、よくよく考えてみたら、もしかしたら関係あるような気がしてて、気まぐれ添削ってあるじゃないですか。で、僕の動画コンテンツで、その動画に使うイラストを募集するためのフォームを Google ドライブで作ってたんですよ。うん。で、画像もそこにアップできるような仕様にしてたんですよね。もう勘がいい人は分かりましたよね。で、当然ね、動画にするのはそのセンシティブなイラストではないものを選んで問題ない形で添削させていただいてたんですけど、ね、これなら問題ないだろうっていう形で、まあ問題ないっていう認識でいたんですよ。ところがですね、多分おそらくここに不適切な画像をアップロードされてしまった場合、これって多分 Google フォトと同じような判断で、利用規約違反によってアカウント停止になるっていうことは十分あり得るのかなって思うんですよね。だって Google ドライブと Google フォトの利用規約って多分一緒ですもんね。うん。それとなんか多分さっきちらっと言ったように、もしその YouTube の動画だけがアウトだった場合、YouTube の動画のみに指摘が入って、で、Google ドライブ自体の利用には影響がないと思うんですけど、でもなんかアカウントごとアクセスできないことを考えると多分ね、YouTube の動画じゃなくて、こっちのデータの方に原因があったっていうふうに考えるのが、まあ、多分妥当なんじゃないかと思うんですよね。まあ、これは多分僕の予想なんですけど、状況から考えてそれしか原因がないなっていう。うん。と、ここに考えが至った時に、なんかね、もう自分の中で、なるほどっていう風にこう、すっきりと腑に落ちた部分がある一方で、あ、これ、アカウントも戻ってこないやつじゃんっていう絶望感がなんかこう、すっきりと絶望感が同時に襲ってきて、もうなんともいたたまれない気持ちになったんですよね。なんでこれに気づかなかったかなっていうのと、あと、なんかよくぞ今までそれ大丈夫だったなっていう、なんかいろいろななんかいろいろなあれがあるんですけどね。いや、まあ、ね、先生、悪いとこないじゃんみたいなこと言ってくれる方もいるんですけど、いや、なんか、アップした人を責めるっていうこともできるかもしれないんですけど、まあ、これに関してはね、ちょっと、そういう仕組みにしてしまったっていうのと、あと、そういう規約があったっていうことを認識できてなかったのが僕の落ち度だなっていうふうに思うので、これに関してはちょっと言い訳ができないような気がしてて、ね、警告なしはちょっとひどいですね。そうなんですよ。だから、メールが来たんですよね。メール来た時に、文面的には、なんか最後、
これ以降は気をつけてくださいね、みたいな感じの、なんか文で、締められてたんですよ。だから、なんか、その文面だけを信用すれば、アカウントバンされなそうな感じの文面だったんですよね。あ、次があるんだな、みたいな感じの文面で締めくくられてたので、まさか、なんか、その後2時間後に、なんか、あ、やっぱダメですよ、バーンみたいな感じのことされるとは、まあ、その後ですけどね、気づいたのは。その後ですけど、なんかそういう文面には見えなかったなっていうところが、なんか、僕の中ではちょっとこう、もやもやしたところというか、ね、なんかそこはちょっともやつきましたけど。まあ、ただね、本当に認識が足りてなくて、すごい悔しい思いですよね。なんかそこかーって感じです。で、いや、まあまあ、それは置いといて、でも、あれですよね。なんか今までこう、不適切な絵をアップしてくる人って多分いたと思うんですよね。なんか全部を全部見られてるわけじゃないのと思うので、わかんないですけど、ちょっとこれは、みたいな感じのやつも確かあったと思うんですよね。なので、なんか、それを超えてね、130万人登録者がいるアカウントを一発でバンを食らわせるぐらいのえげつない不適切イラストってなんか、今となっては確認しようないけど、どのぐらい不適切だったんやみたいな、なんかそういう興味はね、ちょっと湧きますよね。なんか怖いもの見たさみたいなのがちょっと湧くっていうかうん。どんなんアップしたんやっていう興味これ単なる興味です。まあでもね、最初に言ったようにこれはちょっと僕の予想なので、まあ完全にそうだと決まったわけではないんですけど、まあ、でも多分ですけど、この説が多分一番角度が高い話かなっていうふうに思います。はい。で、このチャンネルを作った時にも、実はね、この新チャンネル、斉藤直樹2 2.0 を作った時にもちょっと結構迷って、で、質問にも来てたんですが、YouTube のアカウントをバンされた時に新チャンネル作るのって、規約違反なんじゃないかっていう風にね、なんかそういうのがあるんですよ。で、まあそれは確かに、なんかもしかしたらこれ規約違反になるかもしれないので、ちょっとね、消されてしまう可能性もゼロではないと思ってます。でその危険性も承知の上で、ちょっと今回は皆さんにこう、どうしても事情を説明したかったので決行したのと、あともう一つとして、これはちょっとまた僕の予想で全然結果がわかんないんですけど、なんか今回の件については、YouTube の規約に違反したことによって、YouTube 側からアカウントの制限を加えられたわけじゃなくて、多分、Google ドライブの、誤用によるアカウント停止っていう認識なので、YouTube のサービスを妨害する目的での迂回は禁止されてるんですけど、でもそもそも YouTube から禁止を食らったわけじゃないと思うので、YouTube のサービスを妨害するために迂回しているわけじゃないっていう認識で、ちょっとへりくつですけど、今回のライブ配信は、取り行うっていう判断をしてるんですよね。なので、ちょっとまあこれ結構無理筋というかなんか無理やりなへりくつだなっていうふうに思ってるんで、ちょっとわかんないんですけどね。ちょっとわかんないんだけど、ここに関しては、割と危ない橋を渡っている感じはあると思います。まあなんで、もしかしたら、いやダメだよって言われてまたもや再出発になるか、まああんまり考えたくないですけど、いやもうお前は YouTube 自体やっちゃダメみたいな感じになる可能性とかも、まあ泣きにしもあらずっていう感じな気がしますね。まあ、これに関してはちょっと考えたくないですね。いやー、その場合はどうしようかな。もうニコニコ動画しかないかな。国内サービス大事にしたいからね。まあでもね、多分参考にしていいかちょっとわかんないんですけど、YouTuber のラファエルさんも同じような感じでバンされて、で、数時間後に新しくそのアカウントを作って、で、そっから始めて大丈夫だったから、
まあ大丈夫だとは思うんですけどね。ラファエルさん大丈夫だったじゃんっていうなんかそんな前例をもとにちょっとやっちゃってますね。いやーでもね、本当にね、そのぐらいなんかもういても立ってもいられなかったっていうか、もう何もしなさすぎるのが本当に辛すぎて、まあなんかアカウントを作るとき辛かったって言ったけど、アカウント作ってない状態よりはちょっと楽になったんですよね。なんかまだ一歩踏み出す準備できてるぞっていうことで、ちょっと楽になったっていうところがあって、そこはね、本当になんか、まあ、無理に前に進めてるように見える人もいるかもしれないですけど、なんかそれはちょっと、なんかやらざるを得なかったみたいな、なんかそんな感じの気持ちでちょっと今、配信してます。で、じゃあ今後どうすんのよっていうなんか今後の話をしていきたいと思います。まあ正直ね、本当に、本当に落ち込んでたので、何度かね、やっぱ頭によぎったのが、これなんか今やめたらってなんかちょっとアクセント変になりましたけど、なんか今やめたらどうなるんだろうっていう可能性が、ちょっと頭をよぎりましたよね。普段そんなこと全然、絶対に頭によぎらないんですけど、ちょっと今回ばかりは、なんかもう十分じゃねえか、やめちまえよみたいな、なんかそういう、ブラック悪魔直樹が耳元で囁いてきましたね。いやーでもね、なんかそれが頭によぎるたびに、なんかやっぱりこう逆に確信というかが強くなっていったことがあって、なんかすごい思いが強くなっていったことがあって、まあだからなんかこうなってしまった今だからこそこれはね確信を持って強く言えるんじゃないかなと思います。いやもうこんなところでね、こんなところでやめられるわけねえだろう。こんな目にあって、ほんとやめるわけにはいかない。はい。もうやめないですよ。だから、動画の配信については、どんな形になるか、このチャンネルでずっと続けていけるのか、それはちょっとまだわかんないですけど、でもなるべく元気よく続けていきますよ。続けていきます。はい。いや、なんか登録者はもう130万人から減って、確かにね、ゼロに一旦なって。で、いやもう、今はもうゼロじゃないのか。さっき配信やりますって言った時点から、なんかじわじわ増えてくれて、今はもうすでに、もうすげえ。今もう、あれですね、1万8000人。すげえ。数時間前になんかアカウントを発表したばっかなのに1万8000人登録してくれてます。いやー、本当にすごい。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう本当にね、皆さんの温かさに生かされてるなっていう風に感じます。でもね、改めて一から再出発する気持ちで、心意気言って頑張っていきますので、なんかもう動画見れないのっていう風に心配してくださった皆さんはもうそんなことはないので、はい。心配しないで、毎週の動画配信楽しみにしてください。頑張って続けていきます。あと、そう。具体的なことなんですけど、まずね、気まぐれ添削の応募フォームについては、ちょっと今回の件もあったので見直します。今まで画像を投稿できるようにしてたんですけど、ちょっと危なすぎるので、画像は、投稿する方、ご自分のストレージとか、外部のストレージにアップしてもらって、で、その URL を貼ってもらうように、
変更しました。見直しました。まあこれだったら僕の Google ドライブに画像が入るわけじゃないので、もし万が一ね、不適切な絵が投稿されたとしても、その絵自体は僕のストレージに入るわけじゃないから、まあ問題にはならないはずだと思います。それと、今後の動画の投稿についてなんですが、今皆さんからちょっとね、イントネーションが本当におかしい。まあ、これは元からなんですけどね、動揺とか関係なく、たまにイントネーションが変になります。恥ずかしい。で、今、皆さんが見ていただいているこの斉藤直樹2っていうチャンネルが新チャンネルになるんだと思うので、ちょっとわかんないですよ。わかんないけどなると思うので、こちらで毎週木曜日16時と土曜11時に今まで通り投稿していきたいなと思っています。ちょっと消されちゃったら、改めて消されちゃったらまた考えますけど、そういう風に考えてます。なので、もう本当にこれは切実なお願いなんですけれども、改めてチャンネル登録と、できれば通知音の設定を斉藤直樹2の方で、お願いします。チャンネル登録を今押してください。今、お願いこれはもう本当に切実。ちなみにね、明日は土曜日なので、明日の11時から新しい動画投稿しますから、そちら、ぜひ見てください。はい。気を取り直してね、やっておりますよ。でね、もう本当に、だからチャンネル登録してほしいっていうのは、このチャンネル当然収益化まだなので、早く収益化しないとね、僕が死んじゃうのよ。もう今血をドバドバ垂れ流した状態で続けていってるので、そのままね、血がずっと垂れ流し続けてしまうと、本当に続けられなくなってしまうので、もうね、チャンネルを登録しつつ、一人10回は見てほしいな。これはちょっと無理を言ってるのは承知なんですけど、ぜひ1本目の動画はね、一人10回見ていただけるとマジでありがたいです。いや、マジで言ってますから。うん。もう本当にね、収益化達成条件が、1000人登録っていう、これはもうクリアしてるんですけど、なんだっけ、4000時間見られなきゃいけないみたいなのがあって、その4000時間をなるはやでこう、クリアしないと、収益化ができないんですよ。はい。なので、ちょっと皆さんそこを協力していただけると本当にありがたいです。で、あと、過去動画なんですけど、残念ながら過去動画のライブ配信とかに関してはもうアーカイブが残っていないのもあるので、全部アップしていくっていうのはちょっと難しいんですけど、動画に関してはほとんどの動画がバックアップがあるので、翻訳設定なども加えつつ、ちょっとずつアップになっていくと思うんですけど、一気にちょっとアップするのが難しいので、準備ができ次第、週に2、3本ずつ、再放送みたいな感じで、古い動画からアップしていこうと思ってます。で、多分ね、同じ動画でも、こう、内容が結構がっつりと10分ぐらいにこう詰め込まれてる内容なので、今見ると、これってそういう意味だったんだ、みたいな、なんかそういうポイントがね、いくつも出てくると思うんですよね。うん。なので、なんかもうこれ見たわっていうやつでももう一回見てみると、なんか意外と絵の成長につながると思います。はい。なので、木、土に新動画を投稿して、で、日、月、火とかかなに、過去動画みたいな感じで、日、月か、日、月かどっちかだと思うんですけど、過去動画をアップしていこうかなって思ってます。もうだから、ほぼ毎日動画が投稿される感じになるので、視聴者の皆さんは、今まで以上にもしかしたらハードな、お絵描き学習を強いることになってしまうと思うんですけど、頑張ってついてきてください。これはちょっと大変ですよ。
で、ちょっとね、最初期の動画に関しては翻訳ができていないものも結構多いので、それをどうするかについてはちょっとまだ検討中なんですが、翻訳がついている、3ヶ月上達法、違う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 、なんだっけ、3日間上達法とか、気まぐれ添削47だったかな。なんかそのぐらいから確か翻訳がついてるんですよね。ね、懐かしいですよね。多分2年ぐらい前の動画からになるんですけど、それを、再放送を見る感じで順次アップしていきますので、見ていただけると嬉しいです。はい。いやーもうその頃の喋りとかちょっと今と違うんでね、今の直樹と過去の直樹がこう交互に来る感じになるので、見ている人はちょっと脳みそバグるかもしれないんですけど、なんか今日の直樹はなんかあんま喋れてないな。今日の直樹はちょっとなんかテンションおかしくないかみたいな感じのなんかそういう感じになると思うんですけど、まあその辺もこう含めて楽しんでいただければ嬉しいです。はい。あ、なんか、チャンネル登録してって言ったら、なんかすごい、チャンネル登録が、なんか、早まったような気がする。すごい嬉しいです。ありがとうございます。直樹頑張れ。うぶな直樹も好きです。わろた。贅沢直樹。ああ。いや、皆さんありがとうございます。そう、最初期のね、なんかテンション低めなやつが好きだったみたいな人もいるので、はい、なんか、いい感じのバランスが取れていいのかなって思います。あとね、あれだね、なんか銀盾と金盾を2枚目行きたいなっていう、なんか野望を一応こう、ふつふつと、ね、あるので、なんかそれを、ね、金盾2枚やったらかっこよくないですかだって一回アカウントが130万まで成長して、そんでさ、その後バンされて、もう一回なんか100万いった人って、まあ100万いった人は、でも少ないのに、バンされた人でもなんか、まあまあね、減るじゃん。で、さらに100万いったら、もう本当に一握りの一握りだと思うから、なんかそれをね、ちょっとこう目指してやろうかなっていう、なんかそれをモチベーションにちょっとね、2枚目行きたいですよね。もう、ちょっとみんなで取らせてください、僕に。金盾の2枚目を。そしたらもう、1枚目の金盾お盆に使って、なんかラーメンでも食べてやろうかな。ちょっとなんか恨みみたいなのが今一瞬出ちゃいましたけど。まあ、そんなことはないです。このね、貴重な経験をくれた Google さん、YouTube さんには感謝してますよ。もう負けねえぞ。でですね、一応、元チャンネルに関しては、これは今言ったような原因だとしたら、YouTube っていうよりかはもっと上のレイヤーのね、Google さんの問題になっちゃうので、ちょっといかんともしがたいと思ってて、多分ね、これは多分そうなんじゃないのかなっていう僕の予想です。もしかしたら、なんか今、YouTube の人に相談している人がすごい頑張ってくれて、なんか本当にね、レスポンスすごい、返してくれて、めっちゃいい人なんですけど、まあ、その人の頑張りのおかげで、なんとか取り戻せたら、もう全然あれなんですけど、このチャンネルはサブチャンネルとかになるかもしれないんですけど、まあでも、まあ当面はこっちの方がメインチャンネルになると思うんですよね。まあそうは思うんですけど、やっぱりこう4年間の思いが、まあ僕自身はね、この2に、斎藤直樹2にかけるぞっていうふうに思ってるんだけど、やっぱなんか4年間の思いがたくさん詰まってて、僕だけじゃなくて視聴者さんもね、思いがたくさん詰まってると思うので、これについてはちょっと引き続き可能性がないかは、探っていきたいなっていうふうに思ってます。はい。ただね、しばらくはこっちのチャンネルでやる気はないので、はい。これに関しては、本当に、何度も言いますけど、チャンネル登録をお願いしたいです。
もうね、アカウントが万が一戻ったらもうわからん。その時考えます。今できることを全力でやります。もうとにかくもう本当に一から目の前のね、一歩一歩、再スタートですけど、頑張って歩んでいきたいと思っております。いやもう、気合い入れるために久々に言うか。あれを。言いますか。いきますよ。やる気元気直樹これ、久しぶりに言うとすごいなんか恥ずかしいですけど、もうやる気と元気と直樹を出して頑張っていこうと思います。もうなんか多分ね、ちょっとこう、空元気っぽく見えると思いますが。はい。皆さん、新チャンネルになっても、お絵かきチャンネル、斉藤直樹2をどうぞよろしくお願いします。今日は、まあ、もう50分経ったのか。まあ、短くも長い時間でございましたが、見てくれてありがとうございました。はい。また、明日動画投稿があるので、また明日お会いしましょう。ということで、チャンネル登録してない人、してね。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。バイバイ。またね。ありがとう。